花見シーズン。はじめは桜に惹かれて三溪園を訪れた。ゆっくりと歩いているうちに、ここが本当に見飽きない理由は花や古建築だけじゃない気がしてきた。大池まで来た時、三溪園という場所の全体がすっと見えてきた。水も木々もここでは春の色として一つにつながっている。食べよう。いただきます。少し座ってからまた奥へ歩いていくと、園のあちこちで気配を感じていたあの三重塔にだんだん近づいていく。最初はただよく目立つ塔だと思っていたけれど、近くまで来るとただの目印ではない気がする。この庭園がどんな思いで作られたのか、少しずつ知りたくなった。そのすべてを残した人、原三溪はもともと生糸貿易で財を成した実業家だった。でもその肩書きだけでは語りきれない人だったように思う。商いに長けていただけではなく、古美術を集め画家たちを支え、茶をたしなみ、静かに風景を味わう世界を愛した人でもあった。だから三溪園はただ古建築を写して集めただけの庭園には見えない。むしろ原三溪が自分の好きだったものを少しずつ本目に残していった場所のように思える。やってきた。あ、かわいい。ピッ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 。パンパンだね君。ふわふわだ。いいね。いいね。郭昌閣がこの場所をどう始めたのかを感じさせる場所だとしたら、白雲亭では今度は彼がどんな風に暮らしたかったのかが見えてくる。ここは原三溪が晩年に夫人と暮らそうとしていた場所だ。だからこそ一番印象に残るのは建物そのものよりもここから見える風景だった。白雲亭の廊下から外を見ると、ちょうど三重塔が見えて、両脇の松が静かに視線を包み込み、立っているこちらまでゆっくり静かになっていく。三溪園の中で一番好きな場所を挙げるなら、私は臨春閣のこの辺りだ。それはどこか一つの眺めが美しいからではなく、気づけば建築、水面、庭、空、そして人の視線までもが同じリズムの中に置かれているように感じるからだ。歴史を知っていくうちに、この感覚が偶然ではないことも分かってきた。原三溪は臨春閣をここへ移した後、さらに11年かけて配置を何度も見直し、他の風景や季節と合わせながら自然に溶け合うまで整えていったという。そうして今のこの姿が受け継がれてきた。本当に綺麗だね。臨春閣が整えられた美しさを感じる場所だとしたら、旧矢野原家住宅はまるで別の世界のように映る。これは白川村一帯から移された合掌造りの民家だ。もともとここに暮らしていたのは飛騨三社者の一つと呼ばれた矢野原家。後に重いダムの建設で元の集落は水に沈むことになり、この家は三溪園へ移されることになった。
中へ入って屋根や梁、いろりに残る焼けた跡を見ていると、残されたのは建物そのものだけではなく、村とともに消えていたかもしれない暮らしの痕跡なのだと少しずつ感じられてくる。来年公開が再開したら、ぜひ体験してみてください。夜景を見る前に少し座って静かに余韻を味わいたくなった。そんな時に立ち寄った桜山ホテルカフェ。ここから先の紹介は少し字幕に委ねて、このカフェならではの空気を一緒に味わってもらえたら嬉しい。ハーブがいっぱい入る。あんま熱いのでお気をつけください。失礼します。寒いね。もう春だけどまた寒い。綺麗。この時間は一番綺麗かもね。あそこの下に歩こう。すごい。入学式。入学新1年生。三景園に戻る頃には、ちょうど私が一番好きな時間に差し掛かっていた。明かりが灯り始めても、まだ昼の気配は少し残っていて、夜の空気もようやくゆっくりと入り始める。そんな風に昼と夜の間にある時間が、私は一番好きだ。私も初めは桜に惹かれて三景園を訪れた。でも歩き終える頃には、皆さんも私と同じように感じるだろうか。心に残るのはあの建築や風景だけではなく、原三景がここに残したあの暮らしなのかもしれない。